黒毛和牛ですね。和牛のランイチっていう部位を使ってます。150から200近くはお弁当を入れて帰ります、夜。そうすると朝ほぼない状況ですね。はい、前に出したものを半額にしていきます。半額にします。うちのメインのパスタですいっぺんに5キロ作るんですけど、1日で、3、4、8袋ぐらいやるんですよね、5キロのやつ。これを1日6とか6から8とか茹でるんですよ。後でお弁当を見ると納得すると思います。これがですね、加熱油の劣化の測定になります。加熱油の劣化の測定です。で、この裏でこうやると、今だいたい 0.5 から 0.5 ぐらいの間になるんで、汚れていませんよっていうことになります。はい、うちのカレーウエパー入ります。豚のうまみがやっぱ入ってるんでウエパー使ってますね。この辺に住まれてる方が結構生活弱者って言われてる人が非常に多くて、でたくさん食べてお腹いっぱいになってほしいなっていうところからスタートをしてます。和牛のランイチっていう部位を使ってます。ここの肉屋さんにはよくお世話になってて、こういうの毎回こういうの使ってます。黒毛和牛ですね。ここに黒毛和種って書いてあると思うんですけど、ステーキ弁当と一口ステーキ弁当とかそういったものに使います。こっちがイチボです。イチボですね。こっちがランプで、こっちの一部の方は、角切りのステーキにします。でこっちは柔らかいんで、ランプの方は1枚もののステーキにしていきます。価格だと2000円からスタートするんですけど、ステーキだと半額になりますんで、そしたら1000円ですね。1キロで1キロ弁当で1000円になります。でも安いのだと違うか。
1500 1500円からですね、750円、半額だと750円になりますね。最初1500円なんですけど、唐揚げとセットで唐揚げセットだと750円になります。一周ぐるっとトラックでお弁当を2店舗あるんですけど、1店舗目にまずお弁当を定価で出させていただいて、でまたお弁当取りに来るじゃないですか、お家に。で2周目になったら半額になります。なんですよ、1回入れたものをもう1回半額シール貼っていくんで、後でまたお見せします。これ測って310なんで、大体 130g ぐらい。150です。大体このぐらいですね。130ぐらいに切り分けます。お弁当だとどうしてもこの厚さでお弁当が閉まんないんで、ちょっと叩いて薄くしてます。うまい。こんな感じで。こんな風に切って、こっからですね。まあまあちょっとこれでかいんで、まあこんな感じですね。これをこんな感じで、はい。4キロが大体30キロですね、1日。はい。パスタで40キロぐらいですね。お米が15だから5、25、75キロぐらいですかね。お米75です。一目惚れ 100% ですね。はい。必殺技です。ゴールデンカレーとプレミアムです。専門店のカレーが作れないので、家庭のカレーにしました。ただゴールデンカレーは僕が昔から家庭で食べてたカレーなんで、なんか2種類入れた方が美味しいって言ってるんで、あえて違うの入れてます。結構評判いいです。本当に家で食べるカレーなんで。今ご飯炊けたからさ。
ご飯そうですね、1キロ弁当だと500グラムですね。で、パスタがおよそ300グラムで、あとおかずになってきます。はい。ものによって違うんですけどね、850グラムお米入れるのもありますし、要は1キロに合わせて1麺ご飯だと850で、パスタ入りだと500、そんなイメージです。はい。毎日来られてる方がすごいたくさんいらっしゃって、できるだけその方々が飽きないようにはしてます。データで取ると6割ぐらいがリピーターのお客さんです。もうすぐなくなっちゃうんです。すごいって自分でもすごいって思うように盛り付けてくださいっていうふうにお願いしてます。いや無理だと思います。それは。弁当のネーミングが下が閉まらない。全然ない。閉める気もない。収める気もないし。最初びっくりしました。こんなに。そうですね、まだまだやります、何種も。ステーキも、さっき切ったステーキも1キロ弁当になるおかずなので、普通のお弁当もありますけど、数が少ないですね。やっぱり1キロの方が人気なので。10回お米炊くんだったらこの数大体作れますよっていうこういう一覧があるんですけど、こういうの15回の時もあれば12回の時もある。
よいしょ。川中島店の前にこう通り過ぎてですね、堺町店っていうところに行きます。弁当を、まず定価で販売して、で次に行った時には、お弁当を半額にして川中島店と堺町店にまた陳列します。一度定価で販売したものを半額にする、そういうために一度堺町店にお弁当全部置きます。まず和牛になった理由っていうのが、そもそも和牛の時と輸入牛2つやっていたんですね。ところが円高になって、ごめんなさい、円安になって和牛肉と輸入牛の価格差がほぼなくなっちゃった状態になったんですよ。で、今のとてもよくしてくださっているお肉屋さんが和牛専門のお店なんで、もうそこを信頼して、全て仕入れてる、そんな感じですね。はい、売り切れますね。多分もう今何もないと思います。ここが堺町店ですね。そうです、売り切れですね。これ唐揚げ弁当で1キロですね。定価で売ります。タイトルがですね、大盛り中辛ゴロゴロ野菜カレーなんで具がでかいです。は不動産屋を経営していて、やっぱ生活弱者、生活困窮者っていうんですかね、生活保護の方とかがたくさん不動産を借りに来ていただくんですね。その際にこの方々にお腹いっぱい安い金額で食べてもらうにはってで1キロ弁当っていう風にしたんですよ。で結局1キロ弁当だったら3食分ありますんで、蓋とこう入れ物ですねの経費が3つ使わなくて済む、1個で済むわけで、そういうところからできるだけこう経費を使わないようにして、結果的に安い金額でお腹いっぱい食べてもらうためにっていうので1キロになったっていう。タレをかけて
前に出したものを半額にしていきます。だから今乗ってるやつは定価で販売します。さっき持ってったカツカレーとかは半額にします。半額にします。なんだろう。定価の販売になりますんで、半額じゃないです。夜の方が全然お客様は多くて、150から200近くはお弁当を入れて帰ります。夜。そうすると朝ほぼない状況ですね。ここに1日200人入るんです。ここに1日200人。200食って夜だけの話ですよ。一つ言われるのが、人件費を安くしてこぎ使ってるだろうみたいなこともよく言われるんですけど、時給換算で今いくら時給ですか？時給2000円ですなんですよ。月給だと54万ですね、彼女ね。交通費込みで54ぐらいだよね。まあ出込み引っ込みありますけど、大体50万超えですね。だから基本的な考え方は安くしてるから、人がいないから給料を安くとかそういうことは一切考えていなくて、社会貢献もしながら働いてる人たちも好待遇にするっていうのが僕が思っていることなんですね。だから少数精鋭です。すごいものすごい人数ではやってない。その代わり一人一人の給料を上げていく。合計単数は2件です。